どうも三平です。早速ですが、皆さんトレーニングの成果ちゃんと出ていますでしょうか？頑張ってやっているのにいまいち成果が出ない、体が全然変わらないという方は、正しいフォームで行えていない可能性が非常に高いです。その理由の一つとして負荷の設定ですね。負荷が高すぎるとやっぱり正しいフォームで行うの難しくなってきます。なので今回そういった方に向けて懸垂、ディップス、腕立て伏せ、この3つの動作を例に、今回紹介する症状が出ていたりとか、あと動きができない場合は負荷が高すぎますよと、その判断基準にしていただけたらいいかなと思います。では早速懸垂から見ていきます。では懸垂でしっかり背中に効かせるためにはどうしたらいいのか。これはね、僕散々他の動画でも言ってきてるんですけど、まずスキャプラプルしてこのポジション作ります。でそこキープしたまま引き上げると。これで懸垂の効果、背中に対する効果っていうのは最大限に発揮できます。でスキャプラプルのやり方分かってても筋力が足りていないと結局ね、その下げきれないと。で下げきれてないのにそこから頑張っていくら懸垂してもやっぱり背中の筋肉に対する効果っていうのは少ない。効果出にくいと思います。しっかり下げてやることがやっぱ大事で、どこまでじゃあ下げればいいのかっていう、基準判断なんですけど、まず立った状態でしっかり肩甲骨下げてみてください。でその状態で腕を伸ばしていくと、上げていくと。で実際懸垂をする時のように若干胸を張って若干腰を反る。このね、ポジションを覚えてほしいですね。で実際バーを握った時もここまで肩甲骨を下げてやると。実際バーにぶら下がってもそこまで下げる。これがフルに肩甲骨が火星、プラス下方回旋されたポジション。でもこれができない、少ししか動かせないとかっていう場合は、この負荷はまだ早すぎますよっていうサインだと思ってください。でまたよくあるミスっていうのが、しっかり肩甲骨火星プラス下方回旋できてるように見えますが、肘も一緒に曲がっちゃってると。これもね、結局使う筋肉間違ってるんで、しっかり腕伸ばしたままスキャプラプルできるという、この筋力が必要になってきます。じゃあどうしたらいいのか。答えはもうシンプルで、負荷を下げます。レジスタンスバンドを使うのが一番かなとは思います。でレジスタンスバンドも本当にいろんな負荷のバンドあるんで、必ずね、ご自身の負荷に合った負荷に調整してくれるバンドっていうのはあると思うんで、そこ見つけてください。それでやると。もしくは斜め懸垂もありです。若干腕を引く方向が、角度が懸垂とは異なるんで若干使う筋肉変わってくるんですけど、でもこれもありはありです。しっかり肩甲骨下げて下方回旋させて行える、丁寧にできる負荷でやる、これがね一番です。はい、懸垂はこんな感じです。次にディップスいきましょう。ディップスも肩甲骨しっかり下正させてバーの上に乗ります。でこの時に肩がすくむ場合はその負荷が高すぎてます。その負荷に対して筋力が不足してますね。でまた肩すくんだところからこういう風に押し上げる、こういうスキャプラシュラッグっていう動きもできない場合は、負荷が高すぎる可能性が高いです。スキャプラシュラッグ、後ろから見るとこういう感じです。でこれも腕しっかり伸ばしきったまま行えるかどうか。でディップスもう一個あります。ディップスは下ろす際も上げる際も肘っていうのは広がりません。でこの方が肩関節安定するんでこういう風に動かすんですけど、これ負荷が高すぎるとどうなるかというと、上げるときに肘が広がる。これ負荷が高いとよくこうなります。
でこうなると肩関節の安定性は失われるんで、怪我にもつながるんで気をつけてください。じゃあ改善点は懸垂と同じで、まずレジスタンスバンドを使って負荷を下げてやると、それでしっかり肩がすくまない、しっかり押し込んで行えるこの体勢を作って行える、負荷を見つけてそれでやると肘も広がらない、それが一番です。もしくは足をついて行うもよしです。この辺はねいろいろ工夫して、本当に一番いい負荷っていうのを見つけてください。こうやってつま先立ちにしてやると、さっきの足をついてるやつよりは負荷高くなります。この辺はいろいろあります。最後は腕立てです。腕立てもディップス同様、このように肩で押し込んだ体勢をキープできるか、このように肩上がって肩甲骨寄ってこういう体勢になってしまわないかどうか、もしくはそこから戻せるかどうか、そういう力があるかどうかで、負荷が合ってるかどうか判断します。で体幹がこうやって落ちちゃうのも、この負荷に対して体幹が筋力足りてないので、しっかりここで耐えれるかどうか、これで判断します。で腕立て伏せもこのようにスキャプラプッシュアップといって、腕を伸ばしきったまま肩甲骨を寄せて開ける、寄せて開ける、これで体を持ち上げる、こういう動作ができるかどうか、この辺でも判断できます。横から見たらこういう感じです。で腕立て伏せもディップス同様、肘っていうのは広がらないです。でこれも負荷が高すぎると肘がね、今広がりました。こういう感じです。広がったりするんで、これは負荷が高すぎるという、そういう判断でいいと思います。で改善する方法としては、もうシンプルに膝つきから始めると、この辺で負荷軽くして、これで丁寧にやっていく。もしくはこういうバーを使ったりして腕の高さを上げてやるとか、やり方はいろいろあります。今回お伝えしたかったのは、どんだけ負荷の高いトレーニングをしていても正しいフォームや正しい体の使い方でできていないと効果っていうのは出てきませんよと、逆にある程度負荷低くても正しい体の使い方やフォームでできていれば効果は出てきます。そこら辺気づけていない方も多いかなと思ったんで今回紹介してみました。少しでも参考になれば嬉しいです。最後までありがとうございました。どうも。